皆さん、こんにちは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 前回のランキングで、シンガポールに天然資源がないことについて紹介しました。そして、シンガポールはその課題に対応しながら、唯一の天然資源である人を育ててきました。今回の動画では、シンガポールはどれぐらい教育に力を入れてきたのかと、その結果をいろいろなランキングから紹介したいと思います。ちなみに、インターナショナルスクールなどの私立学校は教育庁に所属していないので、今回紹介するシンガポール教育制度には含まれませんのでご注意ください。それでは最初のランキングはこちらです。教育予算比率ランキング。こちらのランキングは2019年までに世界各国が教育に充てた政府支出の比率についての最新データを元にしています。2021年、スウェーデンのヨーテブリ大学の独立研究所である The Quality of Government Institute の調査結果によると、第3位はエチオピア連邦民主共和国、第2位はシンガポールです。そして第1位はシエラレオネ共和国です。ちなみに日本は156位です。このランキングに記載された2013年の教育にかけた政府支出は 28.84% ですが、2013年のシンガポール政府予算によると、実際に教育にかけた政府支出の比率は 21.8% です。ちなみに2019年の比率は 16.4% です。2013年から2019年のシンガポール政府予算のデータによると、教育と防衛については支出項目のトップ3に常時含まれています。つまり、シンガポールは毎年教育に財源を割いていて、かなり重視されているセクターとも言えるでしょう。次のランキングはこちらです。小学校入学率ランキング。このランキングは世界競争力指数の項目の一つで、世界各国の小学校入学率を元にしています。2017年、2018年の世界競争力指数のデータによると、第3位は日本です。そして共同1位はなんとシンガポールと中国です。シンガポールの平均教育期間は1980年の 4.7 年から2000年の 8.6 年に上がりました。そして2000年に小学校教育を義務化した結果、2018年の平均教育期間が 11.1 年になりました。こういった法律で小学校教育を義務化したり、政府が国民の小・中学校教育の学費をほとんど負担したりすることによって、シンガポールはなるべく多くの人口に教育を提供していることが伺えます。次のランキングはこちらです。教育制度クオリティランキング。教育制度のクオリティ自体はすごく測りにくいものですが、こちらのランキングは世界各国の実業界の指導者、いわゆるビジネスリーダーの皆さんを対象に、国の教育制度が競争経済のニーズをどれぐらい満たしているかを調査した結果です。こちらのランキングは2017年、2018年の世界競争力指数の項目の一つです。世界経済フォーラムのデータによると、第3位はフィンランド共和国、第2位はなんとシンガポールです。そして第1位はスイス連邦、ちなみに日本は36位です。天然資源がないシンガポールは独立してから製造業に力を入れました。しかし1990年代には東南アジア諸国の製造効率も進んできました。そこでシンガポールは競争率を上げるため、そして今後も競争できる状態を保つため、第二次産業だけではなく、第三次産業、そして第四次産業と第五次産業にも力を注いでいく必要が出てきました。簡単にまとめると、世界で競争するためには、スキルをたくさん持っていること、独特のスキルを持っていること、必要に応じて適応性などの競争力と生き残るために必要な競争心などを高めていかないといけないと考えられます。そのため、シンガポールの教育方針も時代とともに進化していく必要があります。
しかし、この方針は特に教育制度を受ける生徒にとってはいい面ばかりではありません。次のランキングは、経済協力開発機構 OECD の生徒の学習到達度調査、略して PISA という読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3つの分野についての学習到達度の調査に基づいています。2015年の PISA の調査結果によると、シンガポールは学力世界一との名を一時的に付けられたこともあります。しかし、2015年の PISA は受験生の学力の測定だけではなく、アンケート調査により、その原因と効果についても分析していました。いくつかの質問からそのデータとランキングを一緒に見てみましょう。ちなみにシンガポールは経済協力開発機構 OECD のメンバー国ではないので、次のランキングはあくまでもシンガポールと OECD メンバー国と比較するものです。それでは最初の質問はこちらです。1週間あたりの勉強時間は？ 2015年シンガポールからの PISA 受験生のうち 24.8% は60時間以上で OECD メンバー国と比較するとなんと第2位です。シンガポールの受験生の勉強時間は OECD メンバー国の平均よりかなり多いため、シンガポールの生徒たちが1日に勉強にかけている時間が多いと言えます。次の質問はこちらです。テスト勉強中はとても緊張する。2015年シンガポールの PISA 受験生のうち 40.8% はその通りだ。そして 19% は全くその通りだと答えています。OECD メンバー国と比較すると、その通りだか全くその通りだの比率はどちらもダントツ1位です。つまり、シンガポールは OECD メンバー国より勉強するときに緊張する生徒が比較的に多いと考えられます。どんどんいきますよ。次の質問はこちらです。学校で課題の解き方がわからないとき、神経質になる。2015年シンガポールからの PISA 受験生のうち 45.3% はその通りだ。そして 25.2% は全くその通りだと答えています。OECD メンバー国と比較すると、その通りだと全くその通りだの合計比率は第2位です。ということは、シンガポールは OECD メンバー国より学校で解けない問題、できないことがあれば、緊張やストレスを感じることが多いと考えられます。次の質問はこちらです。卒業するとき、最も良い進路の中から選べるようになりたい。2015年シンガポールからの PISA 受験生のうち 35.6% はその通りだ。そして 60.9% は全くその通りだと答えています。OECD メンバー国と比較すると、その通りだと全くその通りだの合計比率は第5位です。つまり、シンガポールの生徒は OECD メンバー国の生徒より将来の選択肢を意識しながら自分の志望に対し最も良い選択肢を選べるようになりたい意志がまあまあ強めです。最後の質問はこちらです。私には向上心があると思う。2015年シンガポールの PISA 受験生のうち 46.8% はその通りだ。そして 28% は全くその通りだと答えています。OECD メンバー国と比較すると、その通りだと全くその通りだの合計比率は14位です。このデータを見ると、大半のシンガポールの生徒は向上心があると考えられます。天然資源がないシンガポールにとっては、国のニーズを満たすことができる人を育てるため、教育をかなり重視しています。その結果、シンガポールの教育が他国で認知されるほど有名になり、シンガポールも世界的に競争できる国になりました。しかし、シンガポールの生徒たちは、その競争しないと生き残れないという感覚から非間接的に影響を受けました。将来的な競争についていくため、勉強を重視しているので、ストレスを感じやすい環境で教育を受けているという側面もあるでしょう。以上、今回のランキングから見るシンガポールの動画でした。この動画もし面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。